天坂の村を歩く南アルプス西側の山岳集落を歩いていますけれども、今回は日本一の天街道を誇る飯田市上村の下栗集落を歩きます。今日はね、南アルプスの西部、長野県飯田市上村の下栗地区に来ています。これからね、下栗の半場地区から本村地区にかけてですね、高低差200メートルの集落を解説しながら歩いていきたいと思います。はい、あの山脈は南アルプスの主峰です。ね、とんがった山が聖岳、標高が3013メーター。あの聖岳の麓を源流にするですね、遠山川。深い谷をですね下ってくると、その右岸南斜面にこの下栗集落があります。この右手の道はですね、炭焼山尾根の南側ですかね、そこをずっと走っていく道で、これが古い道だと思います。ここに食堂がありますね。ほんでね、ここにゲストハウス。古い民家なんです、これ。古い民家で、そうね、35年前かな、40年ぐらい前に来た時、35年前か、ここにね、芸術家の方が外から入ってきて住むようになりましたって言ってましたね。これはね、石置き屋根の復元、古いもんじゃないですよ。うん。この場所いいじゃないね。はあ、この感じです。はい。このね、遠山郷っていうのは飯田市に属する旧上村、南信濃村ですね。ここを言いましてですね、東を3000メートル級のこの前方に見える南アルプス、西にね1800メートル級の稲山脈っていうのがありまして、そこに挟まれた谷です。で、北が1300メートルの地蔵峠、今ね通行止めになっちゃってますけどね。で、南を、1000メートルの大崩峠というのに隔てられてましてですね、非常に外部との隔絶性の高い谷になっています。この遠山郷の集落どこもそうなんですが、20度から40度の、日当たりの良い緩斜面に集落が形成されています。いやー、めっちゃ眺めいいでしょ。各家がね展望台みたいなもんですよ。
でこの遠山川が標高で570メートル、下栗集落の、下にあたる本村、この一番低いところが870メートル、一番高いところがですね、半場の、集落の上にある旧小学校が敷地ですね。今高原ロッジ下栗っていう宿泊施設があります。昨晩泊まりましたけどね、そこがね、1070メートルですから、高低差200メートルの集落があるということになります。これです。これがね、下栗ですよ。わかるかな。この家っていうのはもともとはね、石置き屋根の板葺きなんですけどね、それを現在は金属屋根に変えているんですかね。で前庭があって、前庭の先にはハザという、農作物を干す仕掛けがあったりしてねするんですけれども、ちょうどこのね前面の家っていうのはその前庭を建物で埋め尽くしています。手狭になったからなのかもしれませんけどね。ですからお庭のところ全部建物建てちゃってるということですけどね、こういう家が結構あります。で結構ね、こう下から谷の底からですね、これ見て、これですから、この谷底からうわーっと吹き上げる風が強いんで、屋根がね吹き飛ばされちゃうらしいんですよ。金属屋根とかね、板葺きもそうです。軽いんで。で石を置いていたり、この家の場合にはこのようにタイヤを置いてます。こういう家がねちらほらあります。ここは今半場地区なんですけど、ずーっと目をね下にやると集落がね下の方に伸びています。これが本村地区でね、その左手にこんもりしたね緑があると思いますけども、ここが神社があるところ、15社という神社があります。有名なね下月祭りが行われる神社の一つ。下月祭りっていうのはこの上村と南信濃村、つまり遠山郷で行われるお祭りなんですけどね、12月に行われるので下月祭りというんですが、この下栗地区の15社で行われる下月祭りは12月13日と決まってるらしいです。無人販売所、何にも売ってません。さっきの食堂の定食が宣伝されてます。本当はですね、まっすぐ降りていく道があると思うんですけど、今ねもう草ぼうぼうでね、とても歩けるような状態じゃないです。ですから車と一緒にねこういう車道を歩いていくしかなさそうです。茶畑があるんですけどね、遠山郷の集落を歩いてるとちょろちょろあります。で青崩峠、それを越えて静岡県側に行くと、浜松市、昔の三作保町ですね。静岡県の方に入るとお茶畑だらけですから、おそらくね南の方からこのお茶の栽培が峠を越えてこの長野県にも入ってきたということじゃないでしょうか。すごいでしょう、この斜面。この風景がね天坂の村の魅力なんですよね。どっちかというとね、見上げよりもこの見下げでね深い谷が背景にある方が、高いところにいるんだなって感じになるんですよね。とにかく斜面が急ですから宅地の奥行きをね深く取ることができません。ですのでね、家の配置は等高線に沿って横に並んでいきます。例えばこの下の家は真ん中がおそらく主翼かな。で付属屋が左右についてますよね。このお宅なんてすごい数の棟がね並んでますよね。どれが主翼かわからないという。見えてきました。15社ですね。下栗集落の鎮守
15社大明神様よりお願いがございます。写真撮影時にフラッシュの使用をお控えください。これはあれかな、下月祭りの時の話かな。これは開くのかな、中見れるのかな。無理ですよね。この下月祭り見てみたいですね。今年もう一回来ようかな。15社神社、つまり本村地区の一番上まで行きましたね。でここにねまた道が分かれております。多分一番早くね開通した車道だと思うんですよ。冒頭が分かれ道があったところっていうのは古い道で、昔はねアスファルトをやってなかったんですよね。だからここがもともと早く開通した車道だと思うんですよね。この先でね土砂崩れになってましてね、今通行止め。前方にですね大きな家が見えてきたと思いますけどね、こちらの家は井戸端という屋号の家になります。これはねこの下栗集落発祥の井戸、その前にあった家ですね。昔ね旅館をやってました。僕が最初に来た時はねここに泊まりました。でこの庭先にね石碑があります。秋葉信仰の石碑、逆光で見にくいんですが秋葉山大権現って書いてあるのかな。それでは井戸端からね、本村地区をね下っていきます。すごいでしょう。これからだんだんにね家が並んでますよ。これがねハザです。家の前の前庭が狭いんで農作物をね干す場所が足りない。そこでこういう立体的なねハザというね木柵をね作ってるんです。これはね天坂の村共通ですよ。紀伊山地行ってもあるし、四国山地行ってもあるし、九州山地行ってもあります。ここね見どころではあるんですけどね、これ降りるとまた登ってこなきゃいけないという、苦労が最後にあるわけですが、頑張っていきましょう。道がねつづら折りになってるもんですからね、右行ったり左行ったりしながら降りていきます。だいたいこのコーナーのところにねお墓があるね。ここねお寺がないわ。この集落今になって気づいたぞ。まとまった墓地がないよ。その大学ね4年生の時に郷土史家の方にいろいろ話聞いたんですけどね、真ん中にあるこの15社から下が本村、上が半場なんですが、その本村地区の方が蔵が多いって言うんですよね。この辺りね土蔵を作るための赤土がね取れないんですあんまり。ということがあるんで非常に貴重な土だということで、やっぱり裕福な家じゃないと蔵がもちろん作れないと。ただそれを調べていくと本村地区の方に蔵が多い、半場地区はあまりない、そんな特徴がねあるっていうようなことを言ってましたね。手前の母屋に対して屋根がね高いところがね蔵なんです。だからね本村地区の方がね土蔵が多いんですよ。今ね地元の方に聞いたらでお寺はありませんって言われましたよ。だから墓地もないと、もう各家にバラバラにお墓があるよって言われました。このような斜面地工作のことをゼリバタというらしいです。その昔はね焼き畑をされていた、天坂の村共通ですけどね。おお気持ちいい。はい、日本のチロルなんて言われてますよ。どうです、この深い谷と斜面の集落、3000メートル級の
南アルプスの主峰、天坂の村ですね。秩父から九州の、五箇野省までかなあるんですけどね、一番天坂の村が集中しているのは四国なんですけど、やっぱりこの天海度っていうことでいくとね、下栗が一番じゃないですかね。この天海度っていうのは私が作った言葉でございます。天海度が高いなんていう時の評価の要素はですね、谷から高く駆け上がっている、斜面が急である、高低差がある、集落の中に高低差がいっぱいあるっていうようなところですかね。見てください。あまりにも斜面が急なので、家の山側のね、軒がね、もう地面に接してるんです。ほら。その部分に、例えばここ隙間が空いてたらね、どんどん水が入ってきて、雨の時水が入ってきてね、北側の外壁とかがね、ちょっとしけちゃうんですけどね、そのためにここに塞ぐんですよね。ここをね、猫火差しっていうので、だいたい塞いでます。これ猫火差し。山側の上からの水をね、遮るようになってます。折り重なってますね。これね、原型ですね。原型残ってますね。暑い。はい。あ、民宿ひなたのとこに降りてきた。もう集落一番下ですね。かつてはね、この下栗何軒か民宿があったんですけどね、だんだん数を減らして、この前のね、コロナでもうやめちゃったらしいです、この日向さん。はい、一番下まで来ました。こっから下は谷が急です。斜面は急です。集落は作れません。ということで、この一番下にも通りがあります。道路があります。これですね。これ右に行くと、今度これはね、斜面の低いところをずっと走ってって、一番下の遠山川と上村川だったかな、その合流点のあたりに木沢っていう場所があるんですけどね、そこでに行くんじゃなかったかな。ただし、ここもね、通行止めです。真ん中の道と一緒でね、同じ土砂崩れの餌食になっているようですよ。ということで、一番上の道しか今行けません。これ時期ね、復旧すると思いますけど、下栗の里ホームラン一番下、標高が883メートル、一番高いところが半場の1070メートルでしたから、高低差200メートルを今下がってきたところです。はい、降りてきました。いかがだったでしょうか。やっぱりね、ここの村はね、僕の原点なんです。ここからね、日本全国の天坂の村の旅が始まり、そして、遊郭行ったり、離島に行ったりして今があります。これからもね、まだまだ頑張ります。ご視聴ありがとうございました。また登んなきゃいけないんだ。高原ロッジ下栗2キロだって。That was when you came along, and I don't know where I would be or where I'll go if you weren't standing next to me. Your arms have carried me for miles. Here's where I belong. Life can be unfair. I just couldn't handle it. Still smell the bitter taste of misery and unfaith. I just need to love you like I do, 'cause I don't know where I would be
Your arms have carried me for miles. Here's where I belong. I've been running away from now and everything. Everything I've seen, recalling the things I won't remembering. Remembering and feel, I can't deny it. Just wanna hide it and let it go away. But you have shown me that I can be free and face the world again. And I don't know where I would be or where I'll go if you weren't standing next to me. Your love will carry me for life, and I don't know where I would be or where I'll go if you weren't standing next to me. Your arms have carried me for miles. Here's where I belong. Here's where I belong. Here's where I